皆さんこんばんは。ようこそミッドナイトスナックブラッド&ストーリーズへ。深夜にぴったりなスリルと好奇心を満たすほんのひととき。ホストは僕桐山和久と、めちゃくちゃいい夢見ました住真也と。加田聡です。はい、この番組は YouTube で配信中のバンピリックオーディオミステリー X&B がお届けするオカルトミステリーポッドキャストです。いやいい夢見れました？よう寝たわ。よかったです。気持ちよかったよ。それは何よりですね。それはもうが一番ですよ。面白いやろうなっていう夢見たよ。面白いやろうな。多分ねもう忘れてる。忘れてる。このポッドキャストすごい盛り上がるで。幼稚部やん。幼稚部だ。よ。さあやっていきましょうね。はいということでですね、今回配信日が10月の30日ですよ。ほら急にどということでハロウィン直前なわけですね。おい明日はうん。ハロウィンです。ハロウィン。さ皆さんはいハロウィンなんかはい。思い出とかあったりしますか？仮装したよとか。加ないです田さんなさそはあれですよね。ないです仮装しましたよね。なんそれこそ例年やってそうな気しますけど。吸血鬼の格好されましたよね。一回なんかした覚えがあります。ね一回来ただけで全部の布がほつれてそんなことあります？何がそのままそうですね捨てたってい一う。回来てで舞台出て帰ってきたら至る所破損したから脱いでそのままゴミ箱に金繰り捨てたっていう。どんな動きしたどんな動きしたら全身ボロボロに何やねんと思って。人を柔らかい棒で殴ってたやっちゃってんだ。うんやっちゃってんだ。すげえ気になる言い方してる。もう柔らかい棒でね。柔らかい棒でこうやってドリルとかしました？柔らかい棒で。どうした大阪に染まりたい。シンプルに大好き。はいはい大阪に住みます声優目指してる。すみませんやりますかね。いっぱいおりすぎて物珍しくないっていう。なんかうん残念ながらあんまローカルとか求めてないですもん。そこねはい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 ははいそんな感じです。い。いや今回だってうんストーリーズエディションのうん。最終回ーそうなんですな。わけですよ。そうなんですとうとう来ちゃっとうとう。はいだって第10話なわけじゃないですか今回で。長かったですね。た。いやほんまに遠くまで来たな。遠くまで来ました。だってこの番組もスタートが5月ですって。5月にスタートして、最初4週はね特別編成でしたけども、第5回目からストーリーズエディションが始まり、とうとう10回を迎えてしまいました。桐山君ほんまにはい今までほんまにありがとうな。いやでもなんかね元気でな出てないにもかかわらず元気でな本当に本当にここまで残していただいてありがとうございます。本当に大丈ほんまにありがとう。なんか引き続きねまた何かあったら呼んでいただけたらなと思うんですけど、夫。始めていこ始めていきますかね。はい、それではミッドナイトスナックブラッド&ストーリーズ、最後までごゆっくり。この番組は世界のオカルトをテーマに語るブラッドエディションとオーディオドラマ X&B をお届けするストーリーズエディションを交互にお届けしております。今日はストーリーズエディションということではい X&B ナイトフォールズカブンシーズン2、はい第10話はいお届けします。いやね前回までのこの9話はいまでちょっともうビョルンがう。やる。いなかったんですけども、初めて出演なんか交番表に僕の名前がなかったんでちょっと初めてだったんですけど、ちょっとねごめんね X とねブロドとあとテオの3人ではい盛り上がってしまいましたけども、盛り上がっちゃったかはい、はいこの後どうなるのかそうですね。楽しみですね。はい。何かあったらテオ役のね中の方に僕は直接 LINE をして苦情を申し上げたいと思います。そんなことしなくていいからね。はい。はい、ということでですね、今夜も僕たちと一緒に吸血鬼たちの物語に耳を澄ませてみましょう。X&B ナイトフォールズカブンシーズン2ザ・サイレント・セイレン第10夜生かされた理由、お楽しみください。しっかりしろ X！ 気がついた X 俺だわかるか B 僕の血に触れるな。何言ってんだよ、抑えてなきゃ止血できないだろ。だけど君の手が。お前は何も心配するな。俺は救急車が来るまでこうしてる。静かだ。もう多分ここには俺たち以外誰もいない。ネロはあいつはぶっ飛ばしてやった。やっぱりだけど
こっちに駆けつけた時にはもうブルドはいなくて、お前だけが倒れてた。ごめんな、来るのが遅くなって。本当にお前あの時の鳥みたいに。そしたら俺お前を。テオの歌を聞いた気がする。まだ動けるとは。しぶとい吸血鬼だ。X X X。 お前が事切れてるのを見たらビョルンはどんな顔をするだろうな。楽しみだよ探偵。待って。何のつもりだ。そこをどけ。嫌だ。歯向かうのか。だってあなたも見てみたいと思うでしょ。 X が父親に会ったらどんな風になるのか。きっと僕やジェイとは全然違うんだろうなって思う。だから X を殺してほしくない。よほどこの男に興味を持ったようだな。だがそれはお前の希望だろう。お前の望みを叶えて俺に何の得があるというんだテオ。 X を殺さないでいてくれたらこれからはあなたのためだけに歌うよ。ドクター・ブラッドリーブ。ならばここで俺の手を取り証明してみせろ。この歌は。傷塞がったよ。首も腕も傷一つない。我々の再生能力よりもはるかに優れている。あなたのために歌うって約束信じてくれる？自分の歌いたい歌を歌えばいい。え？バカを回収して帰る。うん。よし、包帯の交換完了。ああ、ごめんごめん。わざとだ。違うって。痛くて動けない。本でも読んで気を紛らわすからそれを取ってくれ。そう、そこのブックマークが挟まってるやつ。はい、どうぞ。あとエスプレッソが飲みたい。はいはい。やっぱりアイスチャイにしてくれ。ミルクたっぷりの。チャイ？そうだ、チャイに合わせてジンジャーチリブラウンタコスも食べたい。大至急。ザ・ドマディックテーブルの味が再現されてるのが理想だ。すげえ。俺はいつからお前の家政婦になったんだ？怪我した僕を支えるのは助手の重要な役目だろう。それだけ軽口叩ければもう安心だな。元気になってよかったよ。一時は本当に危なかったから。僕もさすがにダメかと思った。だがこうしてまだ生きてる。それってやっぱりテオのおかげなのかな。あの時歌を聴いたんだろ。医者も内部損傷がこれだけ少ないのは奇跡だって言ってたし。
僕は歌を聴いた気がすると言ったんだ。現実か幻聴かはわからない。当初は事件性なしと発表されていたエドワード・エディ・サリバン氏の死亡の件で続報です。先日息子でサリバンデベロップメンツ取締役のジェームズ・サリバン氏が警察に出頭し、その供述を受けて再度詳しい検視が行われました。その結果、遺体から検出された薬物の影響が無視できないとの結論に至ったようです。ただし専門家の間では直接的な致死量には至らないとの見方も出ており、捜査当局は現在殺人事件として立件するかどうか慎重に証拠を精査しているとのことです。謎の多い事件ですよね。現場となったタイラントには以前から黒い噂がありましたし、一部ではある地下組織が関与しているともささやかれています。これを機に警察にはしっかり調査してもらいたいですね。それでは次の話題です。何大仕事やり遂げたって顔してんだよ。そっちこそずいぶん満足げだったぞ。だって俺たちの勝ちだろ。ブロドとネロの思い通りにはさせなかったし、ジェイは罪を償おうとしてる。それに何より俺たち二人とも生きてる。ああ。でもテオはどうしたんだろうな。それに親父さんの情報も結局得られなかったし。テオはわからない。だがああ見えて人に振り回されるようなやつじゃない。父親のことは気にするな。お前がそう言うならいいけど。父親のことは気にするな。B にはそう言ったが、僕の頭には新たな疑念が湧いていた。けれど会いたいんだろう。だからビョルンの忠告も聞かず罠だと思っているのにここまで来た。そして私を隣に座らせさえしている。口では拒否していながらだ。そこまで情熱的に求めた知識欲が満たされた時、お前はどうするんだ。ミスター・サリバンを殺したのはテオ・ドレールだ。ほう、ならば私も答えよう。ビョルンの右足を奪ったのは誰か知っているか。なぜブロドグリムはあのタイミングでそんな話をしたのか。 B が右足を失ったことに僕の父親が関係しているということなのか。もしそうなら B はなぜ僕にそれを隠しているのか。いや、そもそも関係があることを知らないのか。あっ、今日あいつ旅行帰りにここに寄るって言ってたよな。休暇は明日までだけどそろそろ時間じゃないか。そういえばそうだったな。ピザでも頼んで事件解決を一緒に祝うか。決まりだ。僕はメキシカンハラペーニョとチョリソーのダブルチェダー。俺は何にしようかな。 B、落ち着け。出迎えに行って殴られても知らないぞ。ネロとあいつを間違えるか。ってかお前はあいつに大怪我がバレないようにしろよ。怒られるどころか心配かけるぞ。B の忠告に従う。来た。おかえり。さあ
第10話最終回でございましたけどもね、いかがだったでしょうか。いやー僕は嬉しいです。出てたよ。そりゃそうやな。よかった。そらおるやろ。出てたよ。そらおるやろ。しょっぱなから出てたよ。そらおるやろ。よかったよかいやー殴り合ったね。殴りやったあーいっぱいやったよ。もうほんまにあなんでそんなずっと喧嘩するんですかここ2人は。シーズン1から喧嘩って喧嘩ですよもう。そういう宿命宿命。そう星の元に生まれたから。もうなんか死にかけてますけどね毎回。そうね本当ですよ。今回すごい重症でしたけど。今回やばかったですね。どうするつもりだったんですか。どうするつもりだった。いやもう負ける気ではいないよずっと。いやでもなんか今回ビョルンがね1話ぶりに出てきたわけじゃないですか。逆にネロが出てこなくなるっていうね。ちゃんとその出てこない間にしっかり僕やってたらしいですよ。やつをしっかりやってたらしいですけど。いやーでもね。気になるやん。テオの行方どうなんや。そうなんですよ。これどうなんねやろうね。そこもまた気になりますよ。そうなんですよ。そうなんやって感じやった。ついていくんやみたいな。ついていくみたいですよ。僕ねこの台本こだわりあるんです。なんでしょう。この脚本10話にね。テオに対してね歯向かうのかっていうね言ってましたね。セリフがあるんですけど、これこんなセリフじゃなかったんですよ。こんなセリフじゃなかったんです。いや歯向かうのかっては書いてあったんですけど、こんな叫ぶ感じじゃなかったんです。ああなるほど。そもそもがね。なんですけど、こうずっとね台本渡されてから読んでて、どっかでブロドっぽいのがもっと出せないかって探してて求めていたい。ブロドはずっと怒ってるからねって。でもずっとなんかね今回のブロドなんかすごいなんかふわっとなんかこう暗躍してるというか不敵な感じでしたね。そうちょっとできておいつっておう探偵つってこんなみたいなやービョルみたいな感じだったからそうこんな感じだったから寂しかったんやけどここでもう一発やっちゃおうって思ってそれでちょっとバーンとやったんですけどね。苦情いいですか。はい。我々ね収録中ずっとこうヘッドホンみんなつけてるわけじゃないですか。でそれぞれマイクの音が返ってきてるわけですけど、テストでね、何の予告もなくいきなり叫ぶじゃないですか。ここにダイレクトで入ってくるんで、リハでやった瞬間にパッと外してアップねーってなったっていうのがあって、誰にも言わなかったんで、本当に焦りました。だから本番中ここ鷲見さん声張るんだなと思ってその手前で浮かすっていう一回ヘッドホン浮かすっていう時間ありましたけど、言っちゃったらねまあねびっくりした。こっちもやっぱりね見せたいもんね。いきなりねドンと見せて驚かしたいっていうのはもう書いてる人からしたら歯向かうのかどっちがどっちにみたいな。お前もみたいな。俺は歯向かってないよ。ちゃんと書いてある通りだったよ。セリフは何も間違ってない。間違ってないから。そう本当に焦った。もうあれはもうブロドのお気に入りのところですよ。なるほどなるほど。ブロドお気に入り。ブロド御用達。ブロド御用達。歯向かうのか。これから決め台詞みたいに出てくるかもしれないですね。ちょっとそれやりたいね。やとするならば歯向かわれすぎですよ。本当ですよ。ちょっと舐められてるか。ちょっと困りましたね。歯向かわれすぎる。一人だって逃げてる部下いるんだから。歯向かわれすぎですよ。ちょっといい加減にしてください。感じがしますけど。いやでも非常にね楽しい収録でね。そうですね楽しかったですね。俺メキシカンハラペーニョとチョリソーのダブルチェダーっていうのをいくつか最後ピザ頼むんですけどシンプルに食べたい。食べたいね。お腹空きますよね。美味しそう。だって1話でもね我々ピザをデリバリーするところから始まってるんで。だからずっとお腹空いてる。ちょっとそこにブロード呼んでもらっていい？仲良く食べれる大丈夫できる？食べれる？じゃあ次回はピザ用意していただこうか。ミッドナイトスナックね。ミッドナイトスナックでピザいいですね。深夜のピザというすごい背徳感のあるものをやりながらいいかもしれない。いいかもしれない。よろしくお願いします。だからほんと申し訳ないんですけど、まあなんとか狩りに行くっていうのと心霊スポットに行くっていうのとまあなんとなく温泉行ってでまあピザ用意してもらう。はい。です。よろしくお願いします。お願いします。はい。さあということでですね、これ今ご覧いただいている YouTube チャンネルの方でですね、11月6日に、ストーリーをまとめて聞ける再生リストを更新いたします。はい、10話まで一気にストーリーがね聞けるようになりますので引き続きお楽しみをお待ちください。ありがとうございます。今夜のミッドナイトスナックそろそろお開きのお時間です。いやでもとうとうねストーリーの方が10話全部終わってしまいましたけれども、なんということでしょう。じゃあこの番組も終わりか。お疲れ様です。お疲れ様でした。
ありがとうございましたありがとうございました本当にいいですけどね、別にそのブラッドエディションだけでダラダラ続けるっていうのも別に悪くはないのかなと思いますけどね。そうか、今日で終わりか。2週間に1回のストーリーの更新があったから見てくれてたよね。そうやな。終わりだ。まあでもだからありがとうな、桐山君。なんで僕がいいお二人はすぐ会えるかもしれないだから大阪住んでます芸人になってるから芸人東京から来てます芸人なんでね。いやでもやっぱこうやって2週間に1回2週間ごとに交互にやるっていうのはいいよね。そうですね。それはなんか面白かったなって思いました。そうですね。ということでですね、最後に番組からのお知らせです。この番組ではリスナーの皆さんからのメッセージを募集中です。感想はもちろんあなたの知っているオカルトストーリー、都市伝説、オリジナルの怖い話などぜひ我々に教えてください。投稿はハッシュタグ X&B をつけて X、インスタグラム、YouTube のコミュニティでシェアしてください。はい、この番組を気に入ってくれましたら高評価&フォローもよろしくお願いいたします。そして X&B グッズがオフィシャルショップにて販売中です。ショップへのリンクは概要欄に記載していますのでぜひチェックしてください。はい、次回のミッドナイトスナックが最終回なんですね。本当に最終回だそうです。次回皆さんに楽しんでいただけるお知らせもできるかもなんでね。はい、かもなんでできるかもしれないんで、ちょっとそこはねまだわかんないですけども、最後までお見逃しなくということでですね。それではまた次回いやもっと先まで続けてほしいけど、一旦次回スナックタイムでお会いしましょう。皆さん良い夜をおやすみなさい。終わるんや。